続いてのコーナーはこちら。トゥインクルシリーズにスポットを当てるクルスポ。間もなく幕を開けるクラシック戦線。今年はとにかく役者揃いで、周囲からは黄金世代との呼び声まで上がっています。その中でも注目の1人目は、ひょうひょうとした性格とは裏腹に巧みな逃げでレースを制する星雲スカイ。自ら作り出すペースで相手を翻弄するその走りに、ファンの間ではトリックスターとも呼ばれています。続いては無傷のまま重賞を含む3連勝を達成したキングヘイロー。超両家の令嬢として期待に応える見事なレースぶり。 G1 タイトルをいくつ取るのかと早くも話題に。アメリカから颯爽と飛来し、勝利をさらう様子はまさにコンドル。未だ無敗の会長エル・コンドルパサー。世界最強を証明するという彼女の言葉は決して口だけではない。デビュー戦での衝撃の走りは多くのファンを虜にしました。同じくアメリカからやってきたもう一人の馬娘、グラス・ワンダー。大和なでしこ然とした見た目のうちに宿すはまさに侍魂。無敗で臨んだジュニア王者決定戦朝日杯フューチュリティステークスをレコード勝利。その圧巻のレースぶりに怪物の異名まで付けられています。そして最後に紹介するのが、大きな夢を掲げて北海道から上京してきたスペシャルウィーク。トレセン学園に転入してくるだけの実力をデビュー戦で早くも披露。黄金世代の一角ではないかと注目を集めています。迎える2戦目は一体どんなレースとなるのか。我々はどれほどの走りを目撃することとなるのでしょうか。行ってきます。日本一の馬娘を目指して。負けました悔しいよね。わかるよ、辛い気持ち。お母ちゃんにテレビで応援してるって言われたんです。だからけっぱれって。それなのに前に追いつけなくて頑張ったんだよね、けなげなスペちゃん。あまり大きな声を上げますと周りの方々にご迷惑ですから。それにしましても今回の結果は意外と言いますか、足をすくわれた感じですわね。トレーニングすごく良さそうに見えたから。問題があるとすれば場数だろ。場数？学園に来るまで他の馬娘と走ることがなかったんだろ。一人で走るのと複数を相手に走るレースとでは違う。都合のいいコース、走りやすいペースなんて期待するな。その場その場で相手を叩き潰す方法を身につけろ。そうです、経験を積めば大丈夫。まだ一回負けただけです。せー、お前には私たちがついてんだ。負けたら全力で励ましてやるから、当たって砕けてこい。砕けちゃうのはちょっと。だけどチームのみんながついているっていうのはその通りだと思う。スペちゃん、これまで以上に私たちと走りましょう。経験が浅いというならいくらでも練習相手になるから。鈴鹿さん、皆さん。はい、下を向いてたら走れません。お母ちゃんとの約束、日本一の馬娘を目指して走ってみせます。うおー、根性。
お疲れ様です、スペシャルウィークさん。これで今日のメニューは終わりですわ。よくそこのハードなトレーニングを乗り切った。さすが私が見込んだだけはあるね。皆さんが協力してくれた分もしっかり頑張らなきゃって。トレーナーさん、もう少しだけトレーニングしたいんで走ってきていいですか？おいおい、張り切りすぎじゃねえか。なんだかやる気が湧いてきちゃいまして。実は私、どうすれば日本一の馬娘になれるのか分かってません。何をすればお母ちゃんに胸を張って日本一になれたよって言えるのかずっと考えているんですけど、答えは出なくて。確かに日本一と一口に言いましても、戦績であったり偉業であったり形は様々ですわ。はい、でも考えてばかりいても始まらないですし、今は一歩一歩自分にできることを頑張ろうって。それで私、皆さんと一緒に走りながら思いついたんです。多分日本一の馬娘に近づける目標を。ズバリ三冠馬娘。でっかく出たな、おい。皐月賞にダービー、それに菊花賞、クラシックレースは一つ勝つだけでも大変だもんね。三冠を取った後の取材やらも大変だったがな。それはそうだよ。それだけでっかい偉業だもん。目指すは日本一ですから、でかいことをする覚悟がなくちゃ。北海道はでっかい道です。確かにそれだけ大きな目標となると生半可なトレーニングでは足りないかもしれませんわね。行ってきます。盛り上がってんなーい。おっしゃー、私も付き合ってくるぜ。トレーナーさんがスペシャルウィークさんをチームに招いた理由がよくわかりますわ。ほらって三冠への道は険しいぞ。追加でダートコース攻撃。50